驚きたい驚きたい。皆さんこんにちは。今日もイタリアの伝統的なレシピをご紹介しようと思います。ではまずイタリアの色といえば赤、緑、白、言うまでもなくトマト、モッツァレラ、バシリコのことを示します。でも今日はじゃがいもを使ってニョッキにして美味しいニョッキアラソレンティーナを作りましょう。じゃあいつも通り愛を込めて料理を作っていきましょう。はい、じゃがいもはね、塩で焼きます。イタリア語でコットゥラルサーレと言います。まあこれをちょっと説明しないといけない。まずはね、じゃがいもは古いやつを選んだ方がいい。なぜかというと、いつも言ってるんですけど、でんぷんが少ないからです。でんぷん、少なければ、ニョッキがぐにゃぐにゃにならない。そしてこれ、塩は何回も同じやつを使えるし、普通の塩として、茹で汁を入れることも全然使えるから、無駄にしてない。じゃあなぜこの焼き方を選んだかというと、一段と、じゃがいもの水分を抜けさせられます。もう全部いらない。ちゃんとしたら、これでもいいよ。この間に美味しいトマトソースを作りましょう。僕の考え方の上でトマトソースを作ろうとしたら、なるべくシンプルに作った方がいい。美味しいトマトがあればね。モッツァレラ薄くにスライスして公式に置いておいて、どんどん水分が下に落ちる。しっかりニンニクの香りオイルに移したら取り出してトマトを入れます。塩してはい、ニョッキアラソレンティーナを作るとき、トマトソースの水分しっかり煮詰めないといけない。というのは最終的に、グラテンするから、水分が多すぎたら、しゃばくなります。ラザニアと同じ概念です。あとちなみに私は日本でいつもアルチェネロというホールトマトペラティを使ってるんですけど、お母さんのレベル全然違うんですけど、結構美味しい。甘くて別に他の野菜とかシンプルなトマトソースにしたら結構甘くて美味しい。よかったら概要欄にリンクを載せてるから試してみてください。ちょっと熱いからやけどしないようにトーチョンを使って皮を剥きましょう。美味しい。新しいおつまみを発見しました。塩味もちょうどいいぐらい。はい、こしたじゃがいもをしっかり冷やしてからニョッキをこねましょう。はい、やっとニョッキをこねましょう。ニョッキはね、本当に多分大事なポイントはこね方です。こねればこねるほどぐにゃぐにゃになるから最小限でこねましょう。まず乳化するため卵を1個入れます。粉を一気に入れときます。
パスタみたいのようなこね方じゃなくて、なんかただコンパクトして、もうこんな感じだったら大丈夫です。ちょっと均一じゃないけど、これから伸ばすから全然問題はありません。あとちなみにニョッキはこねてからすぐ食べるか冷凍しなければなりませんです。なぜかというと、そのまま置いたらぐにゃぐにゃになります。伸ばして切ったところからリガニョッキに押し付けて、こんな感じね。驚きたい、驚きたい、驚い。切った部分からしっかり押し付けて溝が作れる。あとこの部分にソース絡みやすく、そう。ちなみに絶対日本人はリガニョッキはないから、普通のフォークでも全然大丈夫です。フォークは裏返して押し付けて、同じ押し付けて溝が作れる。もちろんこれリガニョッキの方が綺麗なんですけど、全然問題はありません。ニョッキちゃん、ニョッキちゃん、ソースはこのぐらいに煮詰まりました。よし、ニョッキを茹でましょう。保管できてから20秒で出来上がりです。トマトソースの中に入れて、少しパルミジャーノを入れて、軽くマンテカ取らして、バジリコざっくり刻んで入れて、少しマンテカ取らして、おいしい。ニョッキは口の中はふわっとしておいしい。おいしい。はい、ニョッキャルポモドロじゃなくてニョッキャルソレンティナだから、器の中に入れて、バジルもうちょっと少なめ入れても大丈夫です。ちょっと私バジルの病気だから大好き。
はい、こんな感じ。もうちょっとパルミジャーノかけて、美味しいモッツァレラたっぷりのせて、今日は贅沢。はい、グラテンにします。それでは完成です。ボナペティト。いただきます。うわ、おいしい。甘い。